疲れ様でした。お疲れ様です。ベトナムで買ったビールです。サイゴン。はい。はい、おお疲れ様でした。はい。はい。今日一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね。はい。というわけでね、三峯神社に行ったりね、秩父行ったり満喫してきたんですが、一泊二日でね。濃厚な一泊二日を全部取りだめたオズのポケット3さんのデータが飛んでました。なんと、飛んでたというまさかのカモメが飛んだ飛んだデータも飛んだマチコ。今朝ね、動画作ろうと思ったらそうちょっと確認しようと思ってね、どのぐらいになるかなと思って写そうと思ったらなかったんですけど、ないね、びっくり。嘘、まさかのいやね、もうあんなに取れ高があったのにね、あんなにね面白い動画に仕上がってたのにあんなに面白かったのに、2人のトークもさえ渡り、てなわけで今日はね、一日グダグダとふてくされの、ふてくされてでふて寝をしてふて酒を飲ませていただいて、焼け酒です。焼け酒、ふて酒のふて寝、ふて酒、焼け酒、焼け酒ふけ酒って言いそうはいただきました。じゃあね、もう食おう飲もう食おう。アヒージョ美味しそう。安く作ってくれたの。見た目は美味しい。よかった。メインはこっちだね。銀鮭だっけ？ちょっと前に焼津で買ったやつをこの間のね、動画のうちの方のお母さんがね、焼いたから持ってきっつってねくれたのでね、ありがたや。魚焼き自分とこでやりたくないタイプだからね。そうね、もらうのせん。そう汚れるタイプのはあんまりねやりたくないのでね。美味しいやっぱ。美味しそうやもんね。美味しい、味が濃いね。というわけでトリスハイボールを2杯目。飲みね。焼け酒だからまさかね消えてるとはねもう笑うしかない。ってなわけで振り返りますか。そうですね。順に行ったところの映像ね、iPhone でねちょっと撮ってたからね。振り返りますか。でぼーっと飲んでちゃダメよって。なんだっけ、最初ね、朝一で狩坂トンネル抜けて、山梨側からね三峯神社に日本で2番目に長いトンネルっていう、長かった確かに。でトンネル抜けてたら雪国でびっくり。めっちゃ積もっとったもんね。秩父自体が6センチとかつってたから、神社はもっと積もってたもんね。で行ったでね、ツルツルよ足元。そうスニーカーでよかったっつってね。こっちもローファーだっけ、あれローファーっつうんだっけ。あれローファーやな。滑らないようにね
のっそ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 歩いてた。ゆっくり歩いて、ね、坂登って、坂登ったりね、登ると下るのもあるからね、結構ね登ったり下ったり激しい感じやったもんね、全体的に。ね、ただその早かったのと雪だったおかげかね、人がほとんどいなくって、ね、なんかすれ違ったりもほとんどなくって、時々見かけるなみたいな感じだったよね。もうほんとね、いい映像撮れたんだよね。二人っきりのね、貸し切りですかみたいななそんなね、そう神秘的な神秘的雪の三峰っつってね、雪の三峰、これはいいっつってたのにねまあ、あとね、見晴らし台からも綺麗だったね。ね、住んでたしね。そうそう、晴れてたからちょうどね、すごいクリアでね、雪の次の日ぐらいだったからかな。ね、ほんとすごい綺麗っつって、ね、でいっぱい写真を撮って、ね、写真撮っといてよかったね写真がなきゃね、分かんなかったね。ね、携帯で撮ってたから。トリス2杯目のとこで、やっさんも何、ほろ酔いほろ酔い3波2杯目、今日は焼け酒やからね、いや本当に素晴らしいとこだねった、なかなか雪の中行けないよねっつってね、テンション上がって爆上がりよなあ、おーすげえすげえっつってね、イエイイエイイエイ、そんなんやったからやないっつってまあまだ時間早かったからね、ライン下り、長瀞ライン下り、ライン川下り、ライン川じゃなくてライン下りライン下り毎度間違えるライン下り、ライン下り、そうそうね、ちょうどさ最後だったから、そうそうちょうどね、先頭の方に乗れたんだよね、船のそうそう乗るのが一番最後の人が一番前になるよね。そうだからゆうちゃんが一番前になって、そうなんかちんたらね歩いてったらベストポジション、そう一番最後やったからねここまでっつってね、船頭さんのね真後ろで、一番前でさ、激流のとこでさ、水来るからってビニールかぶれっつってさ、ビニールかぶってもさ、あれだよ、めっちゃかかってたよ、まあだから言うけど下にまでちょっと濡れてたからねそんなに、隣のお姉さんがさ、濡れた瞬間、ゆうちゃん濡れた瞬間、お兄さん大丈夫って聞いてくれてね、心配されるぐらい、お兄さんだってもう頭から顔に、だってもう鼻の頭からさ、そう鼻水垂れてるみたいにね、水滴が滴り落ちてたもんポトポトポトお兄さん大丈夫お向井さんに言われるぐらいね、めっちゃ顔打っとったよね。あとまあいろんなカモとかねいたりして、そう鳥もね、カワウも見て、カワセミもいたんよな、いたっつってたんだけどね、そう映したでわしちゃんと、映ってるかな、映ってたはずあと思って、ブルーのね綺麗な、ちっちゃかったね。ちょっと確認してからちょっと入れられたら入れてみようかなと思って、今映ってるかもちょうど、ね、でカワセミはね会えることなかなかないからって言ってたそばからねちょうどいて、そうあそこにつってね、船頭さんがそう後ろの方で言っててね、いましたって言ってね、私も乗っててね、1日にね1回会えればいい方とかなんかね、言ってたね、なんかねレアとか言ってたけど、ちょっと持ってないとは思ったけど他の岩もねだって全然見えんやったもんね、これはカエル岩ですとか、ラクダ岩ですはよかったけど、最初のねこれはゾウ岩ですって言いながら
でも大体見当違いな方向を見てうなずいているお客さんもいますとか言ってね、で皆さんがね反応が薄くってね、あれ今日のお客さんは皆さん反応薄いのかな、って言って盛り上がってたね。船で思い出したんだけどさ、ディズニーシーって知ってる？知っとるかな、知っとるかなディズニーどういう質問やなディズニーシーのさベネチアンゴンドラって乗ったことある？あるある、ある？あるある、乗ったね、陽気だね。うちのお母さんと2人で行ったのかな、の時が、なんかねチャオとかいうのあるじゃん。言う、あ、言ってる？言った？私はねそういうのちゃんと言う派。言うんだ。チャオって。うちのねお母さん結構恥ずかしがり屋でさ、言わないのと、ちょうど僕も思春期くらいだったのかな、確か。でさ、他のお客さんもちょうどノリが悪くてさ、静かめな人が多くてね、おとなしめな人が多かったりしたもんだから、皆さんチャオとか言ってもシーンみんな済ましてなんか皇室の方みたいに笑顔でうなずいてる、これが気まずいってやつなんだなって思ったのを子供ながらにそう思い出したハイボールをほろ酔いもうね何杯目だったか分かんなくなってきたからもう数えるのやめようかと思って言わぬがほどけ、滝栗に乾杯。もうそれだいぶ昔じゃない？滝栗がニュースやってたっていつ？おもてなしより前だよ。本当やん、やろうとしてだいぶ前すぎて、出てびっくりしちゃったニュース読んでたよね。本日のニュースです。ニュースです。滝栗の話じゃなくて道の駅だっけ？そうやね。わらじカツ丼とおっきり込み。おっきり込みなのね。セット。そう。わらじカツはまだわかる。とんかつ2枚乗ってて、大きくね広がってるとんかつがね、ちゃんと2足分あるんやねって言いたかったな。そう。子供サイズぐらいかな。子供のわらじみたいなね。それとおっきり込みセットだからね。結構なボリューム。でも寒かったからおっきり込みがそう、おっきり込みは嬉しかった。温まってよかった。水浴びたでしょ。そう。おっきり込みね、スープ仕立てのね。ほうとうみたいな感じっていうのかな。醤油ベースみたいな椎茸のお出汁がすごい効いとったね。美味しくて。わらじカツもちょっと甘じょっぱい。さってくぐらすのかな、どうするんだろう。そんな感じだと思うな。サクサク感が残ってたからね。サクサクでな。なんかね、ソースにつけてる割にはサクサクやったよね。そう、サクサクっていう音がしてて美味しかった。で、秩父神社だっけ？秩父神社に。知ってるよね、三猿？そう。日光のね。見ざる、言わざる、聞かざる。着飾ってる派手しい、のこっちじゃなくてね、そっちじゃなくて着飾るの元気バージョンのなんかね逆バージョンがあってね、見ろ聞け言えみたいなね、そのね、元気三猿お元気三猿ちょっとレアらしくてね、で結構色もね修復が終わってそんな経ってないのかな、修復終わった後に見れてよかったね、そうなまだ大丈夫そうやなって、ねでお猿さん見て、あと竜ドラゴンが竜の伝説があったみたいで、それでね竜さんもねチェーンがついててよね。体にチェーンがね。ね、それもちゃんと撮ったはずなんですがね、iPhone でも撮ったかな。
お隣にお祭り会館っていうのがあってね。そうそうそう、神社のお隣ね。そう秩父夜祭りが有名でね。ね、綺麗やったよね。お花になってたりしてね、飾りがそうそう、花もあったりね。だいぶ高いところまで登ってね、イエサエサみたいなね。そうそうそう、上の方まで人が登るよなあれ。やさん登れるとか言ったらなんでとか言われて、何のために何のためにとか言ってお祭りなのにねなんで何のためにっていうね秩父のマッターホルンよそうよ。いやすごいね、綺麗で、武甲山、武甲山、正式名称武甲山。最初ね知らんくってね、あそこに秩父のマッターホルンが見えるって言って、ここは日本のスイスかなっていうぐらいねでね、2人で盛り上がってたら調べたらね、秩父の守り神様やったのね。でまたさ、今回ちょうど雪が降ってたからすごい綺麗で、ちょっとピラミッド感もあるっていうね、採石場みたいな感じになってたからね、ちょっとね表面のね、感じがだんだんみたいな感じのね。武甲山様ね、ちゃんとね、失礼な発言をいたしましたもんで、武甲正宗を買って道の駅でね。そうなんですよ、ね、美味しかったね。素晴らしい山なんですね。3時も過ぎて、そうそうそう、お宿におじかそうさんにお世話になりました。わしらにしては珍しくね、ジビエをいただけるお宿っていうのでね、面白そうって言ってね、普段食べることないから。まあね、ジビエといえどいろいろありますが、今回は鹿さんを、鹿鍋を、イノシシ鍋か鹿鍋か選べてね、鹿鍋を選んでみました。ね、で建物もね、それこそ秩父の夜祭りをイメージしただしみたいな、作りになっててね、そういろりでねご飯いただけるっていうね、いろりでお鍋とあとイワナを焼いてくれてね、そうね、面白かったよね。なかなかいろりに当たることないから、それもね一組ね、そう、1いろり1いろり何いろり1いろり数え方あるのかな。1いろり1組1いろりでね、2人でねいろり囲んで、そう面白かったね。しかもいろりがあったかかったね。そう寒かったもんね、外がね。そういやでもね、鍋最後に雑炊にしてもらったりしてね。そう、美味しかったね、赤味噌のお出汁でね、美味しかった、なんか機会があったらまた行きたいぐらいだね。ちょっと面白かった、楽しかった、ちょっとね非日常感がすごく強かったね。美味しかったし、料理もすごい綺麗やったし、あとその体験型の夕食っていう感じだね。イワナ美味しかったしね、頭まで全部食べれて、食べた柔らかくって最高ね最高。あと最後にね、自家製でついてるお餅も焼いてくれてね、あんころ餅で、お餅も美味しかったよね、柔らかくって。でね、ご飯いただいてお宿出て川越に行ってまいりました。わし初めてか。そうだったね、言ってた。行ったことないって、テレビとかインスタとかでしか見たことない。よくね、ブランチとか昼なんですとかで、そう行くよね。でみんな広がった芋食ってるっていうね。ちゃんと食べてきましたねイメージ通りの川越をやろうって言って、これやれました。念願かなって、イメージ通りの川越をやれた。あと個人的になんだけど、昔行っ
た時って結構閑散としてたなみたいなイメージあったんだけどさ、すごい結構人多かったでしょ。にぎわってた、午後になればなるほどどんどんね、着いた頃は良かったけど、なんかだんだん人増えてきてね。そうそうなあ。でさ、入ったお蕎麦屋さんもあるじゃん。よかったね、お蕎麦屋さん。茶そばの蕎麦屋さんでノーマル5段で控えめで3段、蕎麦好きは7段っていうね。蕎麦好きなので7段我々7段7段いただいてきましたね。7段ね、タワーになっててさ、しかも7つ全部あるの、おかずというか天ぷらとか具がついててね、とろろとかね、1個ずつ山菜とか山菜のねとか、ネギと豚の炒めたやつとかさ、いろいろ全部あったね。卵とかね、7種類あって、それぞれかけて食べていくスタイル、いただくっていうスタイルで、どんどん積み上がっていくっていうね。びっくりだよねなかなかね、7段も頼んでなかったもんね、みんな。そう、みんな5段だったね、だからさ、7って言った瞬間ね、他のお客さんたちがみんな7行くんやってでも案外あっさり食べられましたんで、自信があるっていうか、多めじゃなくてもいけるよね、満喫したね、ですぐお店入れたからよかったけど、出たらもう並んでた、すごい並んでた、開店に合わせていくぐらいでちょうどよかったね、美味しかったよね。あとはさ、大正ロマン的な当時の着物みたいな服とか着て歩いてる人とかもいたりして、それはどの道ね、勝手に撮るわけにいかないからね、撮ってはいないんだけど、そうね、ちょっとね、レンタル衣装屋さんとかもあってね、そういうのも楽しめたりして良さそうだったよね。結構ね、そういう着物の方ね、いらっしゃった。カップルでね、着物着たりしてて、うちらも着る次は今度着るそれもありかも。入るサイズあるかな。女子の着る気入るサイズはあるんやなかろうか。とてもいい旅になったね。楽しかったね。川越の街並みもすごい綺麗やったしね、その一軒一軒がすごい作りが凝ってて、昔のうちの残ってるんだよね。黒っぽいお家が多くてね、かっこよかったね。かっこよかったしさ、あとさ、なんとかなんとかって、名前を出しちゃうとまずいなと思ってあるんだけど、これやってないんじゃないのと思ったら、そのままさ、今も営業してるんだよね。結構ね、いろんなお店がね、歯医者さんとかさ、税理士事務所とかさ、なんか昔の名前のままさ、これはこのさ名前だけ残してるのかなとか思ったら、ちゃんと営業中のお店で、一軒家だけじゃなくてね、そういうビルというか、なんかそういうのを見るのもね、面白かったね。すごいいろんな時代が混じってる感じの、昭和から大正ぐらいかな。で、小江戸と言われてるけど、やっぱなんかね江戸感、なんかミックスだね。いろんな通りによってね、雰囲気違ったし、懐かしい感じの。楽しかったね、なんかそういうのが、盛りだくさんで、満喫でした。お手頃に楽しめて、行きやすいから、よかった。満喫。